はい、地球の模型男女です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。というわけで、前回はですね、確かサーフェイサーが終わるとこまでだったんじゃないかなと、こんな感じで仕上がってます。で、今日は何をするかと言いますと、塗る工程はいろいろあるんだと思うんですけども、顔をね、描いて、で顔をうまく塗装できたというモチベーションのまま一気に仕上げたいと思ってますので、今回は肌色をね、やっていきたいと思います。今回使う塗料なんですけども、ガイアノーツさんのノーツフレッシュホワイトで、このガイアノーツさんの塗料結構僕使ってるんですけど、今まで使ってない塗料ありまして、クレオスさんのラスキウス、これがですね非常に気になっているので、今回初めてですけどこれを使ってみようかなと、全部エアブラシ塗装でね。で、あとは顔とか、鼻とか唇とかそういった陰影とかは筆塗りでやっていこうと思います。今日失敗したらもう僕が一気にやる気なくなるんでね、とっくんね。はい、頑張ってください。頑張ります。やったんで。ではですね、最初ホワイトからいっていきたいと思うんですけども、ノーツフレッシュホワイトっていうね、ベースハイライト用って書いてあるんですけど、ガイアノーツさんの塗料、ガイアノーツさんの塗料めちゃくちゃ使いやすいんで、これ使っていきたいと思います。調色しなくていいんですよ、色がいっぱいあって。なんか白い光に当たってるんでね、分かりにくいですけど、うっすら肌色なんで、うっすら白くなったおかげでなんか輪郭がはっきりと、ここに目があってとか分かりやすくなったんですね。この子を可愛くするかどうかこっち次第っていうね。いや、頑張らんの、責任重大ですよ。はい、頑張ろう。これもですね、ラッカー系塗料なんですけども、クレオスさんの、ミスターカラーラスキウスホワイトピーチ、これを今から吹いていきたいと思います。ラッカー系なんでね、やっぱ乾きが早いのがいいですよね。なんかもうそんなに時間経ってないんですけど、もう塗装できますから。これは何で使いたいと思ったんですか？これね、ホビーショーの時にラスキウスの見本がクレオスさんのブースで並んでるんですけど、とんでもなく本物の人間の肌だって思うぐらいの塗装があって、これすごいっすねって言って話してて、でなんで今日初めて使うかっていうのよね、もうなんかこれ発売されて3年ぐらい経ってるんですけど、ブースの方にもう完成形ばっかり並んでて、どうやってこの色になってんだ、何と何使ったらこうなるんだみたいなの分かってなくて、で最近クレオスさんに電話して、ちゃんとした使い方をちゃんと一から聞いたんで、じゃあ試してみようかなということです。はい、なんかね、薄いコートを何層も重ねていって、血の集まる場所は多いところにはこういう色とか、なんかそういうので分けていくとうまくいくんですね。それのちょっとライト版というか、もうちょっと大きいサイズのだったらもっと複雑に表現するみたいなんですけど、今回 2,3 色ぐらいでうっすらとやっていきたいと思います。めっちゃスイッチ入ったね、語ったいざ。なんかね、薄い塗料っていう感じ。本当になんか薄い膜を一層一層やっていく感じですっていうのが分かる感じがしますね。はい、続きましてですね、これが一番難しいんじゃないかなと思うところなんですけども、このクリアペールレッドで、その濃いところを、影を入れていくといったところで、この影のセンスがすごく問われるというところで頑張っていきたいと思います。細吹きでねいきたいと思います。しれっと溶剤をクアトロポルテに変えてるっていうところが僕のね、本気度がちょっと今変わりましたから。なるほど。はい、さっと溶けるシーンなんですね。はい、なぜこのシーンを使うかって言われると、気合い入れてる時は強い溶剤使うって決めてるっていうだけなんで。なるほど。儀式的なことっていう。別にさっきまでのやつ全然良かったんだけど、レジンも儀式が多いですね。圧をちょっと下げて、0.03 ぐらいで
ニードルもちょっと下げて、この辺りなんかいいんじゃないですかね。ほらこの正面とか、うんうんうん。いいですね。いきます。本番やっときた本番。うん。こんな感じ。血色が良くなったですね。ね、こっからまあ細かく化粧もしていくんでね、こんな感じでいいんじゃないですかね。続きましてクリアペールブラウンでですね、さらにもうちょっと濃いところ、影になっているところをまあ強調させていきたいと思います。影になるところだけね、局所的にさらに血色が上がったような、なってます。いいんじゃないですかね。さあここよ、顔が一番怖い。いきます。はい。あんまりいいんじゃない、こんな感じで。ほら、あ、待てよ。あ、いいね。血色良くなったね。そうですね、かなり。これはいいと思います。まああとはもう筆とかでね微調整していけばねいいんじゃなかろうかと思います。今こうやってホワイトからレッドブラウンっていう風にやっていったんですけども、やっぱりなんかその全体的になんかまとまりがないというか、ちょっとメリハリが効きすぎてるっていうところがあるので、最後このラスキウスのクリアホワイトっていうのがあって、でこれを全体的にコートすると、その全体的なその光沢が均一化されて馴染むそうなんですよね。ちょっとこれを吹いて最後仕上げにしたいと思います。乳白色っていうのかな、なんかこの白を吹くのちょっと怖い感じがするんですけどね、なんか全体的にバランスが取れるみたいです。はい、いつものようにねちょっと不安なので足から様子見ていきたいと思います。全体的にこうやってコートして調子を合わせるというかね、こういうことみたいな。なんかね自然になった感じは、まあ、言われてみればすみますよね。これを全体的にやっていきます。どうですか、なんでさん。いやもうね可愛いいい感じになってる。日本人っぽくなったね。そうですね。なんかいいっすいいっす、日本人らしいっす。それでですね、まあ、これがだからいわゆるもう僕のとっての、まあ、下処理ということなんで、ここから筆塗りで細かいことをやっていきたいと思います。まあ化粧水をねやっていきたいと思います。それではですね、次はですねメイクをしていきたいと思うんです。でここ最近ずっと Yahoo でずっとメイクの動画とか、画像とかをね一生懸命見てきてるんですけども、なんかね女性の方のなんかメイクって少しキラキラしてるんですよね、よくよく見ると。なんで目のラインを黒で描こうかなって思ってたんですけど、急遽ですねこのブロンズとかコッパーとか、この辺りで描いた方が意外と自然なんじゃないかなと。でこの白いのは鼻筋のハイライトとか、赤は口紅用ですね。あとタミヤさんのウェザリングマスターフィギュア用1とフィギュア用2、何かこう
イメージが湧いた色を使おうかなと思います。もう本当お化粧みたいな。そうそんな感じでね、なんかこれはもう感覚でいきたいと思います。はい、じゃあこれらを駆使して、全部使うとは分かんないんですけど、やっていきたいと思います。これは割と書いては消してを繰り返してなりそうだな。いや。わかる、目入ったの。ああ、本当だ。入ったでしょ。うん。ああ、疲れた。もうダメだ。もうダメだ。あ、でも頑張ったね。目が合ってるよ。いい感じ、いい感じ。いいっすね。多分ブロンズだな。ブロンズがめちゃくちゃ生きてますね。だからその肌色と黒のなんかちょうどね、なんかボケた感じで、なんとなくごまかしながらでもいけてるというか。でね、最近泣きぼくろとかやっぱよく言うじゃないですか。これをですね、ダークコッパーでね、ちょっと入れてみました。いいんじゃないですか。すげえ目が合ってる。じゃあ続き頑張っていきます。はい、こんな感じで溶剤だけでね、ちょっと溶剤を筆になじませて、でなんとなく全体ぼかしたんですけど、いい感じですよね。すごいね、この黒目のところにもね、なんかハイライト入った感じがするんですけど、これは塗りつぶそうと思ったらですね、あまりうまくいかなくて、なんかこう円を描くようにたまたま描けたらそのままハイライトになったっていうね。これは何にもしてないです偶然です、偶然。やったね。やったね。結果オーライ。結果オーライ。そうそう、同じことしてって言われたらもう無理。はい、いいですね。可愛くなったですね。むずい。できましたね。いや、なんだろう、急に成人女性になった感じがする。そうですね。そうだね。なんか唇一つでこんなに変わるのかね。なんか大人っぽい唇をにしてしまったのか。別に未成年にしたいわけでもないんだけども。じゃあほっぺの方にね、メイクしていきたいと思うんですけど、どうしようかな。なんか思いっきりなんか違う色入れようかな。なんかこういうピンクとかね。なんかすごい仲間由紀恵さんっぽくないっす。そうですね、ちょっと似てますね。すごくうまくいったんじゃないですかね。オッケーです、オッケーです。はい、じゃあこれで顔完成にしたいと思います。じゃあこのままですね、髪の毛いってみたいと思います。この髪の毛塗ったことでね、また化粧具合を変えたりとかね、あるかもしれませんからね。で、なんか黒は怖いので、茶髪からという感じで、保険かけたような塗装をしたいと思います。ダークコッパー使いますね。なんかもうさっきからこのなんだろう、眼鏡かけてやってましたから、急になんかこう安心して広いところ塗れる感ね。解放された感じがすごい。でもなんかすごい今更なんですけど、うまくだから理系剤が取れてるというか、
なんか塗装してても剥げないですね、全然結局。うんうんなんかこれも実は1回目の放送終わった後でうん見てるんですけど、結構いろんな方からもアドバイスいただいて、うんなんか煮なくてもいいよとかね、なんか最近のレジンのキットは出来がいいんでっていうふうにね、ああ、なるほど。言っていただいて、本当なんかありがたかったですね。なんかすごく勉強になりました。で、今僕の作ってるキットはだからその出来のいい部類に入るレジンらしいので、なるほど。どんな理白剤がついてるか分かんないからいろいろ試してみるっていうことなんですよね。煮たりだとか、剥離剤オフとかね、剥離剤オフもなんか使い回しはできないみたいですよとか、あ、そうなんだっていうので結構本当勉強になりました。ありがとうございます。全然なんかうまくできてるっぽいですね。全然爪でなんか思わず取れちゃったとかは今のところ全くないです。というわけで髪の毛も塗り終わりました。ブロンズ髪にしてみましたね。はい、いい感じになったんじゃないかなと思います。これがですね、まだまだ続きまして、最後ラスキウスのだから半ツヤにするんですよね、肌をね。スムースパールコートというような、パールが入っているので少しキラキラした感じになりますよっていうので、お肌塗って終わりたいと思います。こんな感じで、いつものように太ももからそうですね。この子には随分犠牲になってもらったけど、なんか艶が引いていったような感じはあるかもしれない。ちょっと乾かしてみましょうか。